はですね、8年間続いた謎のプロジェクトがついに終焉を迎えた話。最初は画期的なアイデアがいつの間にか全く別物に変わって、でも誰も止めなかった。なぜ？この動画を最後まで見れば定価から自分のアイデアを守る方法がわかります。まだチャンネル登録していない方はぜひお願いします。鳥川さん、聞いて聞いて。お、キムペン。なんだか嬉しそうだね。どうしたの？ついこの前会社であるプロジェクトが終わったって報告があったの。へえ、プロジェクトが完了したんだ。それでそんなに嬉しいことなの？うん。だって私が離脱してからもずーっと続いてて、絶対意味ないのにって思ってたから。やっと終わってくれて正直ほっとしてる。ああ、なるほど。終わって欲しかったやつが終わったのね。それは良かったね。でしょ？そのプロジェクト私も途中から参加させられたんだけどね。うんうん。聞いたら元社員の広沢さんっていう人のアイデアから始まってすでに8年も経ってたの。8年。すごい長期プロジェクトだったんだね。大規模だったんだ。大規模なのかな。終わった報告聞いて思ったの。あのプロジェクト一体何だったんだろうって。何だっただろうって？何か問題でもあったの？問題しかなかったよ。8年もやってて結局何も残らなかったの。え、マジで8年で何も？そう、何も。これだから日本の会社むずすぎ。で、そのプロジェクトって何だったの？フローっていう名前の、集中状態を可視化するウェアラブルデバイスの企画だったのね。広沢さんが考えたやつ。何それ面白そうじゃん。うん、コンセプトは面白かった。リストバンド型で心拍とか脳波を測定して自分の集中度をリアルタイムで見れるっていう。それ欲しいかも。で、なんで8年もかかったの？それがね、途中から変わっちゃったのね。パルスバンドっていうただの心拍計付きファッションリストバンドに。それ全然違くない？でしょ？広沢さんの目的は集中状態の管理だったのに、いつの間にか健康管理にすり替わってて、あれなんか変だなって最初から思ってたんだよね。なるほどね。で、誰がそんな風に変えちゃったの？原部長と石本さんっていう人。うんうん。この2人が広沢さんのアイデアに飛びついて自分たちが推進しやすいように変えちゃったの。推進しやすいように？うん。広沢さんは開発までセットで考えたんだけど、原部長たちは調査ばっかりしてて一向に次のフェーズに行く気配なし。ずっと調査だけ？そう。表向きはいずれ開発するって言ってるんだけど、実際は調査だけ。長く薄く続けられるでしょ？ああ、それって永遠に続けられるってこと？そう。でね、毎期末ごとにアクセサリーデザイナーにリストバンドのデザイン変えてもらってユーザー調査してこんな結果出ましたって成果っぽく見せてたの。それやってる感だけじゃん。そうなの。鳥川さん意外とまとも？で広沢さんそれが嫌で離脱して結局退職しちゃった。本人いなくなっちゃったの？そうで、その後も8年間原部長たちがそのプロジェクトにぶら下がり続けたわけで、キムペンはどうしたの？私も途中から参加させられて、最初はあれこれおかしくないって異論も唱えたんだけど通らなかった。全然。しばらく我慢して付き合ったんだけどどうしてもしんどくて離脱した。そりゃそうだよね。そしたらね、原部長からキムさんは秋っぽいって言われて、さらに上の上司にまで言いふらされた。はあ、それひどくない？でしょ？しばらくは頑張って我慢してたのに秋っぽいってなんか違和感あるよね。でもさ、みんなこの企画に何か価値を見出してたんじゃないの？8年も続いたってことはさ。価値？鳥川さん話聞いてた？鳥川さん、それ完全にサンクコストの罠だから。サンクコスト？もう投資しちゃったから引けなくなるやつ。意味ないのに続けるっていう。ああ、なるほどなるほど。鳥川さんできそうだな。キムペン、鳥川さん、AI バードのサボーです。あ、サボ。お、来たね。お二人の会話、とても興味深く聞かせてもらいました。今回は2冊の本で説明します。2冊？はい。
どちらもアダム・グラントという組織心理学者の著書です。1冊目は、ギブアンドテイク。グラントは、人を3つのタイプに分類しました。ギバー、与える人。テイカー、奪う人。マッチャー、バランスを取る人です。原部長たちは、典型的なテイカーです。他人のアイデアを奪い、自分の手柄にします。広沢さんは？広沢さんはギバーでした。素晴らしいアイデアを組織に提供しました。グラントの研究では、テイカーは短期的には成功しますが、長期的には失敗します。なぜなら、周囲の信頼を失うからです。でも8年間も。はい。組織が腐っていると、テイカーが長期間生き残ります。これが今回のケースです。しかし、問題はそれだけではありません。え？ 2 冊目は、オリジナルス。同じくアダム・グラントの著書です。グラントは言います。独創的な人は、しばしば組織に潰されると。広沢さん。広沢さんは独創的な人でした。集中状態を可視化するという独創的なアイデアを持っていた。しかし、原部長たちは、そのアイデアを奪い、変質させました。心拍系にしちゃったやつ？その通りです。本来の目的をねじ曲げ、表面だけを利用しました。これは単なるフリーライドではありません。オリジナルの破壊です。破壊。創作者の意図を無視し、魂を抜き、形だけを利用する。これは創作者への冒涜です。それ、ひどすぎる。原部長たちは、自分たちの無能がバレるのを恐れました。グラントは、組織が独創的な人を潰す理由を説明しています。オリジナルは、既存の秩序を脅かすからです。原部長たちは、自分たちの無能がバレるのを恐れました。だから、広沢さんのアイデアを奪い、自分たちが扱いやすいように変質させた。そして、8年間ぶら下がり続けた。これは二重の罪です。フリーライドとオリジナルの破壊。その通りです。そして最も深刻なのは、キム・ペンへの責任転嫁です。秋っぽいって。キム・ペンは、この構造を見抜いて離脱しました。これは正常な判断です。しかし、原部長はそれを個人の問題にすり替えた。被害者を加害者に仕立て上げる、典型的な責任転嫁です。やっぱり私のせいじゃなかったんだ。全くその通りです。才能ある人が潰され、テイカーだけが残る。これが腐った組織の姿です。ちなみに、今回紹介したギブアンドテイクとオリジナルス、どちらも組織と人の関係を学ぶ名著です。興味がある方は、ぜひ手に取ってみてください。鳥川さんサボ、今日もありがとう。いやいや、俺も勉強になったよ。お役に立てて何よりです。苦しかったのは私のせいじゃなかった。そうそう、テイカーに食いつぶされてただけだよ。しかもオリジナルの破壊まで。はい。フリーライドと創作者への冒涜、二重の罪でした。でもこれで分かった。賢い人ほど早く逃げる構造だったんだ。次はさ、こういうプロジェクト見かけたら早めに離脱しようね。うん、逃げるのも勇気だって分かった。素晴らしい気づきですね。今日のまとめ。1、テイカーは他人の成果を奪う。それはフリーライド。2、独創的な人は組織に潰される。それはオリジナルの破壊。3、二重の罪。フリーライド。また、創作者への冒涜。結論。賢い人ほど早く逃げる。それは正常な判断。知ることで自分は守れる。またねー。